報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第31話、魔王直属のハタバルグソルだな。魂を抜かれたような兵士たちがゆっくりとこちらへ歩み寄ってくる。嘘だろう。さっきまで一緒に戦ってた奴らが王国兵の太りが絶句する。かつての仲間たちがうつろな瞳のまま剣を引きずり、よろめく足取りで近づいてくる。まるで操られてるみたいだな。剣吾が盾を構え、前に出た。カズマサは険しい表情のままユーマにちらりと目を向けた。おいユーマ、こういうのもお前の武器でどうにかなんねえのかよ。皮肉混じりの言葉にユーマは軽く肩をすくめる。さすがに死人を元に戻せる武器は作ってねえよ。そうかよ。カズマサは舌打ちしながらもすぐに前方の兵士たちへと意識を向ける。その時、美咲が小さく息を飲んだ。糸よ、あの兵士たち。紫の糸でつながってるわ。視線を追うと薄闇に溶けかけた紫の魔力が兵士たちの背中から細く伸び、闇に飲み込まれていくのが見えた。つまり糸を断てばユーマが言いかけた途端、それまでゆっくりと動いていた兵士たちが突如猛然と駆け出した。来るぞ。カズマサが剣を振り上げ、真っ向から迎え撃つ。兵士たちは人間離れした身のこなしで襲いかかり、その剣撃は重く、早い。カズマサは紙一重でかわし、返す刃をひらめかせた。ズバーン。炎の刃が兵士の胸を貫いた。だが兵士は仰向けに倒れたまま、表情を一切変えない。剣を握る右腕だけがかくりと跳ね上がり、胴体とは無関係にゆっくりと振り下ろしにかかる。なんだこりゃ死なねえのかよ。この動きしたい。どこかでユーマは目を細め、瞬時に頭を働かせた。魔力、平時、脳裏にリーナの故郷での戦いがよぎる。あの時も魔力で動く屍が襲ってきた。魂を持たぬ者たち、ただ命令で動く人の形をした兵器。つまり肉体を傷つけるだけでは止まらない。ユーマはすぐに決断し、鋭く叫んだ。リーナ、頼む。その呼び声に応じるようにリーナがひょこっと駆けつけ、弓を構えながら戦場を見渡す。見つけた。あそこにゃ。リーナの指し示す方向に黒いローブをまとった魔術師がいた。彼は不気味な笑みを浮かべながら指先で魔力の糸をもてあそんでいる。そして喧騒に紛れ細い栄唱の声が漏れ響いていた。リーナは即座に矢をつがえ、一気に吹き絞った。はぁ、シュッ。矢は一直線に魔術師へ向かう。ガー、バチーン。空間に見えない壁が現れ、矢が吹かれてしまう。強力な結界が張られてる。リーナが歯がみする。ユーマは考えを巡らせ、後津の可能性にかけた。リーナ、矢を貸してくれ。にゃー。ユーマはお両手を大きく掲げ、リーナの矢に触れる。ため元だけどな。目を閉じ、強く念じる。進化。すると矢が淡く輝き、周囲の魔力を吸収するかのように脈動し始めた。そしてユーマの脳内に情報が流れ込む。魔性のシルベア、外部からの魔法を吸収し、さらなる力へと昇華する。付与された魔法の威力を増幅し、矢と共に放つ。矢が負傷する間、周囲の魔力を吸収し続ける。特定の魔法と共鳴し、属性を変化させる。ユーマはとっさに美咲を振り返り叫んだ。この矢は強力な魔法を付与できる。美咲は驚きつつもすぐに状況を理解した。やってみるわ。彼女は炎光のランタンを掲げ、矢に向かって栄唱を開始する。水と炎の精霊よ、交わりし力によりすべてをうがつやりとなれ。ランタンの輝きが矢へと流れ込み、矢がさらに激しく躍動する。だが
その詠唱の最中、操られた兵士たちが一斉に方向を上げ、殺気を帯びて襲いかかってきた。おっと、そんな簡単にやらせると思うなよ。カスマサが烈火の刃を振るい、迫る兵士たちを押し返す。生かすかよ。剣をが守護の砦で防御。ユーマは槍を振るいながら、岬の詠唱が終わるまでの時間を稼いだ。水の魔力は渦を巻きながら、進化した矢へと吸い込まれていく。矢は瞬く間に輝きを増し、まるで水晶のように透き通る一光目と変貌した。そして、今よ、魔法が完全に矢へと宿った瞬間、進化の力と魔法は共鳴し、さらにその姿を変えた。いいな。撃って、ユーマの声を受け、イーナはすかさず弓を引いた。今度こそ貫くにゃ。イエーピュン。放たれた矢、凄まじい勢いで魔術師の結界に突き刺さる。バキーン。強固だったはずの結界が、次の瞬間、たった一本の矢で粉々に砕け散った。なんだとふざけるな。驚愕する魔術師。しかし、矢の勢いは止まらない。そのまま魔術師の胸を貫く。魔術師は言葉にならない声を漏らし、その場に崩れ落ちた。直後、戦場全体が変化した。操られていた兵士たちが次々と武器を落とし、糸が切れたかのように倒れていく。やったのか。ケンゴが警戒しながらつぶやく。いやー、ユーマは槍を構えたまま、まだ緊張を解かない。胸の奥に何か不穏なざわめきを感じたのだ。そして、それはすぐに証明されることとなった。バキバキバキ、突如として、血を揺るがす轟音、空気が裂け、大地が悲鳴を上げる。これは、ユーマが顔を上げた。戦場の奥、倒れた魔術師の背後に、闇の亀裂が走る。異質な魔力、圧倒的な気配、何かが出てくる。空気は重く、呼吸すら奪われる。そして、黒い影がゆっくりと姿を現した。貴様らが、世の軍を蹂躙した者どもか。低く響く声が、戦場に響き渡った。ユーマは槍を強く握りしめながら、目の前の存在を睨みつける。現れたのは、これまでの魔族とは桁違いの気配をまとうものだった。あらゆる魔族たちを率いる上位魔族。その圧倒的な魔力に、勇者たちですら息を飲む。いよいよ、ここからが本番か。ユーマは、覚悟を決め、天星の槍を構えた。魔族の将がその姿を完全に表すと、戦場に重苦しい沈黙が広がった。長身の魔族は暗黒の鎧をまとい、全身からまがまがしい魔力をにじませていた。背後には黒く双角をそびえさせた巨大な魔獣が深え、戦場の空気そのものをねじ曲げるほどの圧を放っている。世の名はバルグゾルだ。魔王直属の将にして、この戦場の支配者である。バルグゾルダが腕をゆっくり掲げると、それだけで周囲の魔力が振動する。なるほど、草間らが我が軍を蹂躙した張本人か。愚かな人間どもよ。ここで命を散らすがいい。言ってくれるな。ユーマは槍を握る手に力を込め前に出た。カズマさん、ケンゴ、ミサキ、リーナもそれぞれ武器を構え、強大な敵に備えている。バルグゾルダが口元を歪め、悠然と剣を抜いた。それは漆黒の波動を帯びた剣で、後振りするだけで地面に亀裂が走る。まずは手始めだ。次の瞬間、バルグゾルダが踏み込んだ。早い。ユーマが反応する間もなく、魔族の将は目の前まで迫り、凄まじい一撃を繰り出す。とっさに槍を掲げて防ぐが、その衝撃は尋常ではなかった。ドーン、衝撃波が爆発し、ユーマは後方へと弾く飛ばされた。ユーマ、ミサキが叫びながら駆け寄ろうとするが、その間にもバルグゾルダの剣が振るわれる。こいつ強すぎる。カズマサが烈火の刃を振るい、横から攻撃を仕掛ける。しかし、遅い。バルグゾルダは振り向きざまに剣をなぎ払い、
高速で放たれ、ガルグソルダの顔の間近をかすめた。おお、今のはなかなかの精度だ。ガルグソルダは微笑を浮かべながらリーナに視線を向ける。ならばその腕をもがせてもらうか。次の瞬間、漆黒の魔力が本流となってリーナへと襲いかかった。リーナ、伏せろ。ユーマが叫びながら間に割り込み、槍を振るって魔力を吹く。しかしそれでも威力が強すぎる。ユーマは衝撃に耐えながらも歯を食いしばって踏みとどまる。ユーマ、大丈夫。美咲がすかさず駆け寄り、ランタンの明かりを照らす。回復するから時間を稼いで任せろ。ケンゴが前に出て盾を構えた。バルグソルダは冷ややかな視線を向けると剣を振り上げた。いいだろう。ならば力の差を見せつけてやる。続く。次回第32話、絶望とともに再び現れる。